部屋に自分だけのビールサーバー？夢のようなビール天国見つけちゃった。富士山とは何の関係が？さあクレイジーな冒険に出発しますよ。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ナイトラへようこそ。渋谷にある我々の拠点、この素敵なバーからお届けします。このバーが気になる人は説明欄のリンクをチェックしてみてね。以前ここで撮った動画があります。さて、今回の目的地はザ・ビラ。日本のクラフトビールに詳しい人ならウェストコーストブルーイングを知ってるはず。ウェストコーストブルーイングは東京から少し離れた静岡にあるんです。そこに遊びに行ってきたいと思います。ザ・ビラは特別な場所で、ホテルであり、バーであり、レストランであり、醸造所の向かいにあるタルラウンジでもあるんです。なぜウェストコーストって思うでしょう。実はこれが日本を代表するクラフトビールメーカーの一つなんです。ヘイジ IPA が特に有名で、我々も大ファンなんですよ。でも他にも樽熟成ビールやワイルドエールなど面白いビールをたくさん作ってるんです。創業は2019年。わずか5年の歴史ですが、その間に350種類以上のクラフトビールを作ってきてます。今回はそのいくつかを試してみて感想をお伝えしますね。さあ出発です。ビール好きの皆さん、準備はいいですか？特別な場所への旅にご招待します。静岡市用宗にあるザ・ビラ&バレルラウンジは、タップルーム、バレルラウンジ、グッズショップ、そして素敵なホテルが一つ屋根の下にある場所です。まさにビールオタクの天国。館内に入ると目に飛び込んでくるのが、壁一面に描かれたホップジュードというキャラクター。この愉快なマスコットはウェストコーストブリューイングの遊び心と上品さを見事に表現しています。あ、野生のホップジュードが飛び出してきた。本題であるビールに戻りましょう。タップルームには16種類のビールがつながっていて、生ではここでしか飲めない樽熟成ビールもあります。フードメニューも負けていません。ウェストコーストのビールに合う料理ばかり。ワンランク上のフィッシュ&チップスから食欲をそるタコスまで、一品一品が凝っていてアレンジも見事です。タップビールを試飲した後、樽と冷蔵庫を覗いてみました。聞いたことがある名前の樽もありましたよ。個性的な缶ビールももちろん。可愛いグッズも多数あり、特にこのホップジュードが描かれたグラウラが良かったです。お店には GMT プラス9という名で知られるウェストコーストの樽熟成の限定ビールが豊富に揃っていたので、1本買って部屋でお楽しみを続行。このビールは GMT プラス9とオフトレールという樽熟成ブランドのコラボレーションであるエボリューション。ワインダルで発酵させ、副原料としてイチジクを使ったこのワイルドエールは複雑な味わいを持っていて、最初はお酢のような酸味があり、その後かすかな蜂蜜とホップの風味が広がります。宿泊部屋について2つ面白いところがあります。5つの部屋それぞれに異なるホップ品種の名前がついています。ネルソン、ストラタ、シトラ、エルドラド、モザイクです。ウェストコーストのビールを特別にする原料にスポットを当てる粋な演出です。
各部屋には専用のビールサーバーがあり、5リットルの限定ビールがつながっています。ザビーラでしか味わえない特別なビールです。樽を飲み干したらフロントに連絡すればおかわりを一度だけ無料で持ってきてくれます。もちろんこの黄金の液体をお土産に持ち帰っても OK。 静岡の魅力はビールだけではありません。翌朝、久能山東照宮と日本平を結ぶ巨大な階段を登りました。ビールを楽しんだ後に日本文化に触れ、絶景の富士山を眺める、これ以上のものがあるでしょうか。日本の歴史に詳しい皆さんなら徳川家康をご存知でしょう。戦国時代に日本を統一した偉大な将軍です。この神社には実は彼の墓があると言われています。頂上からの富士山の眺めは見事で、ホップに浸った夜の記憶も吹き飛びそうでした。ザビーラはクラフトビール観光のお手本のような施設です。タップルーム、ホテル、ボトルとグッズショップを完備。近くにスパもあり、まさにビールの聖域です。キャッチフレーズの通り、ここは眠って飲んでまた寝る場所です。この唯一富士の隠れ家があなたをホップと夢に包んでくれます。クラフトビール好きならザビーラは一度でも行ってみるべきです。いかがでしたか？ザビーラに行ってみたくなりました？我々もまたぜひ行きたいと思ってます。今日はあの魔法の国からお土産やグッズを持ち帰ってきました。見ていきましょう。まずはこのホープデュードブランドのグローラです。1パイントとちょっと、いや2パイント入りますね。ちなみに宿泊料金に10リットルのビールが含まれてます。飲みきれない分はこいつの出番です。さあ試飲してみましょうか。このチャンネルは試飲が欠かせないよね。楽しみだね。おや、色が少し違いますね。それぞれ違うものを詰めてきたかな。タップルームにある16種類の中で気に入ったビールがあれば、このグローラに詰めてもらうことができます。では乾杯。ホップがすごく効いてるね。そっちは美味しそうだよね。これはクラッシュクラッシュというウエストコーストのラガー。暑い夏にぴったりのビールですね。火曜の朝にもぴったりかも。まあ火曜の朝に何をするか人はそれぞれですからね。他にも持ってきたものがあるんです。アートワークを見てください。缶のデザインがいっつも素晴らしいんです。次々と傑作を目指してて、どこからインスピレーションを取ってるか気になりますよね。ザビーラでいっぱいホップデュード見たじゃないですか。すべてのグッズにホップデュードが登場してるんですよ。そろそろもう一つ飲んでみましょうか。このマジカルフィニッシュはどうでしょう。アルコール度数 8.5%、 ヘイジーダブル IPA、 ネルソン、ラカオ、ワイメア、アイダホ7のホップを使用。たまらないんですよね。ちなみにこれはウエストコーストの初めての JRA コラボではありません。以前レーシングマジックという WIPA も出てました。あんまりにも美味しくて GBF のタップで2日でなくなったよね。すごい人気だったんだね。
グラスを用意して味わってみましょう。さあ開けてみましょう。交互期待ですね。いい音ですね。色を見てみましょう。うわー、本当に濁ってますね。おー、泡立ちがすごいんだよね。皆さんにも伝わりますかね。色が本当に綺麗なんです。離れててもホップの香りが漂ってきてますね。さあずっと眺めててもいいですが、美味しいかどうかが確かめる方法ただ一つ。乾杯。うわー、まるでホップの海に泳いでるような体験ですね。すごくスムーズですね。 8.5% なんて全然感じさせません。ホップの香りが強くて濃厚で泡立ちもすごい。でも炭酸はそれほど強くないんですね。危険なほど飲みやすいんです。最初のコラボビールと比べてどう？最初のは一缶で満足できる感じでしたね。開けて飲み干してそれで一日が終わる感じ。最初のコラボ作と比べるとレーシングマジックとマジカルフィニッシュのアルコール度数ってあんまり変わらないのに、新しいものの方が飲みやすいと思うんですよ。初めて飲んだ時は5パイントも一気にいっちゃいましたね。このシリーズの素晴らしい続編で GRA コラボの自然な進化系と言いますね。以上、ザビーラへの旅リポートでした。楽しんでいただけましたか？日本のビールシーンについて新しい発見あったでしょうか？ウェストコーストブルーイングについて少しでも知っていただけたら嬉しいです。健康に気をつけてホップライフを楽しみましょう。お酒はほどほどにね。乾杯。